こんにちは、アレスチャンネルです。今回は感情の解剖図鑑。著者は認知科学者、苫部地秀人さん。この人はオウム真理教の信者を洗脳から解いたということでも有名ですね。この本では怒りや嫉妬という感情の発生のメカニズムやそれに振り回されないやり方を紹介しています。早速見ていきましょう。悲しみ。人は様々な形で悲しみを体験します。そこには抽象的な情報処理を行う前頭前野が大きく関わっています。もし目の前で肉親をなくしたら、さほど前頭前野が発達していない犬や猫などの動物でも悲しみを感じるでしょう。しかし、今目の前で起こっている出来事ではないこと。例えば、悲劇的な映画やドラマを見たり、過去の悲しい出来事を思い出したりすることで悲しみを感じるのは人間だけです。また、病気で余命を宣告されたとき、自分は病気である、その病気は命に関わるものである、といった様々な情報を関連づけ、理解しなければ、悲しみは生じません。大事な相手から別れの言葉を告げられたときも、相手の言葉の意味を理解し、さらに相手の態度や口調、状況などを考え合わせ、その言葉が相手の本心から出たものであることを確信しなければ、悲しみは生じないでしょう。人が悲しむためには、まず悲しみをもたらす情報を受け入れる必要があります。大切な人と別れる、信頼していた人に裏切られる、といった出来事に遭遇しても、その現実を本人が受け入れない限り、悲しみは生じません。この情報の受容のプロセスにも、主に前頭前野が関わっています。人の脳の前頭前野には、それぞれ自分はこういう人間である、こういう世界に生きている、というブリーフシステムが存在しています。ブリーフシステムとは、自我や世界観という意味です。悲しみの多くは、そのバランスが崩れることによって生じます。別れや裏切りなどにより、ブリーフシステムを形成する重要な部分が失われ、それを受け入れなければならない事態に陥ったとき、人は悲しみを感じるのです。目や耳などから何らかの情報が脳内に入ってきたり、人が脳内で過去の出来事やまだ起こっていない出来事をイメージしたりすると、海馬や扁桃体、前頭前野といった脳の各部位が連絡し合って、記憶や脳内の認識パターンと照らし合わせ、それがどのような情報であるかを評価します。その結果、悲しみをもたらす情報であるという判断が下されると、報酬系の神経伝達物質であるドーパミンの分泌が抑えられたり、戦闘や逃げる準備をする内分泌物質であるノルアドレナリンが分泌されたりします。喜びが感じられなくなったり、食欲がなくなったり、といった身体的反応が現れるのはこのためです。悲しいとなぜ涙が出るのでしょうか。悲しみを感じたときに分泌されるノルアドレナリンには毒性があり、体内の活性酸素を増加させたり、免疫を抑制したりします。そのため人はあまり長期間ノルアドレナリンにさらされるわけにはいきません。一方、涙を流すとノルアドレナリンを抑え、精神の安定をもたらすセロトニンが分泌されます。悲しい時に涙を流すのは、ノルアドレナリンが体を守るための防御システムだと言えるかもしれません。ここでは、悲しみをコントロールする方法3つご紹介しましょう。1つは、悲しみをもたらす情報をあらかじめ受け入れておく。悲しみをもたらす情報をあらかじめ当たり前のこととして受け入れておけば、そうでない場合に比べ悲しみを感じる機会は少なくなり、悲しみは和らぐはずです。例えば、悲しみの多くは大切な人との別れという情報によってもたらされます。しかし、この世に変わらないものはない。あらゆる生物はいつか命を終えるということを最初から覚悟しておけば、その瞬間が訪れても仕方のないことだと
冷静に受け止めることができるのではないでしょうか。二つ目は、徹底的に悲しむ。人間の体はどんな神経伝達物質や内分泌物質が出ても、最終的には精神の安定をもたらすセロトニンが分泌されるようにできています。ですから、限界まで悲しめば、あとは気分を引き上げていくしかありません。人はどんな悲しみも乗り越えることができるのです。人によって差はありますが、悲しみに浸っていられるのは基本的に数日から数十日程度です。その間に人は崩れたブリーフシステムのバランスを立て直します。例えば、大切な相手を失ったのであれば、その相手がいない状態を新たなブリーフシステムとして受け入れるようになるのです。三つ目、悲しみを後回しにする。例えば、恋に破れたとき、失恋についてあまり考えなくて済むように、あえて大切な仕事を引き受けるという人がいますが、それは理にかなっています。より優先されるべき事柄があると、脳は悲しみをもたらす情報の処理を後回しにします。また、感情は大脳辺縁系の扁桃体によって増幅されますが、前頭前野が活性化すれば、大脳辺縁系の働きは抑制されます。悲しみをもたらす情報が入ってきたとき、できるだけ前頭前野を使うようにすれば、悲しみの増幅が抑えられるのです。忙しさが落ち着く頃には、ある程度時間が過ぎていますから、悲しみの感情は随分薄らいでいるでしょう。怒り。人が怒りを覚える原因には、誰かにいきなり殴られるといった単純なものもありますが、大抵はもっと複雑です。例えば、利害の一致する仲間や信用していた人から裏切られて怒るという場合、その人と利害が一致すると判断する。その人に裏切られたと判断する。その裏切りによって自分が害を被ったと判断する。といった高度な情報処理の積み重ねがあって初めて人は怒りを覚えます。なお人間は仲間に裏切られたとき、敵に攻撃されたときよりも大きな心理的ショックを受けます。それはその人は仲間であり裏切るはずがないというブリーフシステムに反するありえないと思っていた出来事だからです。それぞれの感情に対する世の中の評価は時代によって変わります。しかし少なくとも現代の日本社会においては怒りはほぼ役割を失っており重要度が低い感情であると言えるでしょう。例えばビジネスの場面ではあなたの仕事に対し評価を下すのは上司や取引先です。評価が不当だと感じれば怒りが生まれますが、だからといってそうした相手に怒りをぶつけるわけにはいきません。企業社会には基本的に怒りの居場所はないのです。それ以外の場所でも怒ってばかりいる人は変わった人、困った人と判断されてしまいがちです。現代の日本社会で怒ることが許されるのはせいぜい家庭の中だけと言えるかもしれません。そのためこの社会に生きる私たちには怒りの感情をコントロールすることが求められます。自分が何らかの攻撃を受けたと脳が判断すると怒りが生まれます。怒りの感情は大抵大脳辺縁系の扁桃体によって増幅され、その情報が視床下部に伝わるとノルアドレナリンが分泌され、交感神経が活性化し、血圧の上昇、心拍数の増加、気分の高揚などが起こります。寝る前に腹の立つ出来事を思い出すと、頭に血が上って眠れなくなったりするのはそのためです。一方、怒りによって大脳辺縁系が活性化すると、前頭前野の働きが抑えられ、IQ が下がって、冷静な思考ができなくなります。でも、人は長く怒り続けることはできません。あらゆる情動の後には、必ずセロトニンが分泌されます。どんなに激しく怒っても、いつかは
リラックス状態が訪れるのです。ここでは怒りをコントロールする方法を2つ紹介しましょう。1つ目は、怒り自体を起こりにくくする。怒りの原因となるような出来事が発生したときには、目を閉じて瞑想をしたり、深呼吸をしたりしましょう。そうすることで副交感神経が活性化し、体がリラックス状態になってセロトニンが分泌されやすくなり、怒りの感情が起こったり増幅したりするのを抑えることができます。二つ目は、自分を怒らせた相手への復讐の方法を考える。思考を司る前頭前野が活性化すると、感情を司る大脳辺縁系の働きが弱まります。つまり、怒りの感情が生まれたとき、あえて前頭前野を活動させることで、大脳辺縁系による怒りの増幅を抑えることができます。方法は様々です。誰かに裏切られたと感じたのであれば、自分にも原因があったのではないかと反省したり、こういうことが起こらないためにはどうしたらいいかと今後のために対策を考えたりするのもいいでしょう。僕にお勧めしたいのは復讐の方法を考えることです。自分を怒らせた相手にどのような復讐をすれば一番効果的であるかを考えるのです。手の込んだ復讐方法であればあるほど良いでしょう。それだけ頭を使うからです。例えば、仕事の関係者の行動に腹が立ったら、どのような言い方で相手の落ち度を伝えたら相手が最も困るか、不利益を被るかを一生懸命考えるのです。もちろん、実行する必要はありません。むしろ、実行しないでください。考えているうちに前頭前野の働きが活性化され、怒りという感情が収まっていくはずです。恐怖は最も気をつけなければならない感情だと言えるかもしれません。人は恐怖によって縛り付けられたり、コントロールされたりすることが多いからです。自分ではプラスの感情に基づいて行動しているつもりでも、実は恐怖によってコントロールされているというケースも少なくありません。例えば、高額の報酬を提示されて仕事を引き受ける。この時、報酬をもらえる喜びがモチベーションになっているように見えますが、その裏にはお金がなくなることへの恐怖があります。逆に、恐怖という感情から解放されれば、自分の行動をコントロールでき、他人からコントロールされるのを防ぐことができるのです。恐怖は生物が危機を回避する上で必要不可欠な感情です。例えば動物はもともと火や水を恐怖するように遺伝子レベルでプログラミングされています。やけどをしたり溺れたりするのを避けるためです。例えば猿は蛇を見ても蛇に似たゴムホースを見ても瞬間的に逃げ出します。通常、視覚の情報は脳の後方にある視覚野に送られ、前頭前野での判断を得て、それが何であるかが認識されます。ところが脳内には、扁桃体にダイレクトに視覚情報を送る経路があり、猿の扁桃体には蛇を認識する細胞が存在することが分かっています。長い歴史の中で、猿が蛇を危険なものだと認識し、それが遺伝子に刻み込まれたのでしょう。猿が蛇やゴムホースを見た瞬間に恐怖を感じ逃げ出すのはそのためです。悲しみや怒りと違い、恐怖は原因となる出来事を前頭前野が評価するというプロセスが入らないことが多いです。それが恐怖という感情の特徴だと言えるでしょう。そのため、猿がゴムホースに恐怖を感じるという誤作動が生じてしまうのですが、これは危険に直面し、とっさの判断が求められるときには必要なシステムです。例えば、山道を歩いていて、前方からイノシシが突進してきたとき、あなたは一瞬で戦うか逃げるか決めなければなりません。この時、大脳辺縁系が活性化して、
前頭前野の働きが抑えられ、IQ が低下します。前頭前野でイノシシがどれくらいの速度で近づいてくるか、などと論理的に考えている時間はなく、直感的な判断が得意な大脳辺縁系の働きが必要だからです。もし大脳辺縁系が戦うと判断すれば、脳内にドーパミンやノルアドレナリンが分泌され、戦う姿勢が瞬時に整えられます。一方、大脳辺縁系が恐怖を感じて逃げたいと判断すれば、逃げるための体制が整えられます。この戦うか逃げるかのようなシステムのおかげで、生物は食べ物を捕らえたり、危険を回避したりすることができます。人類も進化の過程でこうした回路を残してきたからこそ、種を存続させ、繁栄することができたと言えるでしょう。でも現代人にとってこの恐怖はあまり必要のない感情であると言えるでしょう。人類は知識と論理によって遺伝子に書き込まれた恐怖情報に頼らずに様々な危険を回避できるようになったからです。例えば私たちは子供の頃から火や水の扱い方を学んでいるおかげで必要以上に恐怖心を抱かなくても危険を避けることができます。ところが恐怖を伝える情報回路は今でも脳内に残り機能しています。しかも知識が増えたことにより現代人は目に見えない抽象度の高いもの、例えば放射能などに恐怖を覚えるようになっています。ここでは恐怖をコントロールする方法2つ紹介しましょう。1つは感じて当然の恐怖か感じても意味のない恐怖かを見極める。まず自分が感じている恐怖の種類を見極めます。災害に見舞われるなど身の危険に直面した場合の恐怖が感じて当然の恐怖です。それ以外は感じても意味のない恐怖だと言えるでしょう。例えば会社を辞めたら食べられなくなるという恐怖。確かに人類の扁桃体には狩猟などへのモチベーションを上げるため飢餓への恐怖が刻み込まれているかもしれません。しかし現代の日本社会では会社を辞めたからといってすぐに食えなくなるわけではなく、そんな恐怖を感じる必要はないのです。二つ目はパニックを最低限に抑える。恐怖を感じると大脳辺縁系が活性化して逆に前頭前野の働きが抑えられます。体にも息が上がる、震えるなど様々な反応が現れます。このような状態のことをパニックと言います。人が恐怖を感じるのは基本的にはほんの一瞬ですが、脳や体が一度パニックに陥るとすぐには戻りません。実は恐怖よりも厄介なのはこのパニックなのです。パニックが起こるのを防ぐ一番の方法は体の状態を冷静にモニタリングすることです。恐怖を感じるような出来事が起こったら心臓の鼓動のスピードや呼吸の状態などに意識を向け、体の状態を観察してみましょう。でも、突然大災害に見舞われた時など、どうしても恐怖がパニックに変わってしまうことはあります。その場合は、まず、自分は恐怖を感じているんだな、と考えて、恐怖感情を受け入れた上で、前頭前野を働かせるように心がけましょう。正確な情報を手に入れたり、自分が置かれている状況を客観的に把握したり、とにかく思考を巡らせることで前頭前野が活性化して大脳辺縁系の働きが抑えられ、パニックが長く続くのを防ぐことができます。慌てふてめいちゃってみっともない、などと自分にツッコミを入れることも有効です。恐怖体験が臨場感を持ってしまうと、その後脳内でリアルに再生され PTSD 化してしまいますが、自分にツッコミを入れることでそれを防ぐことができます。あるいは音楽を流す、テレビをつけるなど違う臨場感空間を作ることも有効です。不安。人が不安を抱くのは将来
恐怖を感じさせられるような出来事が起こるかもしれないと予知した時です。悲しみや怒りは過去の出来事から生じますが、不安はあなたが想像した未来から生じます。また、恐怖は基本的にはすぐ間近に迫った脅威に対して抱くものですが、不安は最低でも数時間、長ければ数年後に訪れると予測される脅威に対して抱きます。つまり、不安を抱くためには、時間と空間を超えた推論や予測をすることが必要不可欠であり、それは前頭前野が発達した人間だからこそできることです。本気で不安になれるのは人間だけなのです。この不安にはブリーフシステムが大きく関わっています。脳の前頭前野は A という事柄が起きれば B が起こるといった様々な因果関係のパターンを認識しています。それがブリーフシステムであり、その人の自我や世界観を形成する基礎となっています。あなたが何かを体験したり考えたりして、脳に何らかの情報が入ってくると、脳はそれをブリーフシステムと照らし合わせ評価します。その結果、この情報が入ってきたということは、将来自分にとってこのような恐怖体験が起こる可能性があるという推論が導き出されると、脳は不安を感じるようになるのです。不安には様々なものがありますが、中には感じてもいい不安と感じる必要のない不安があります。感じてもいい不安としてまず挙げられるのは、老いや死に対する不安です。人類はある時、人は必ず老いる、人は必ず死ぬ、それらを人間の力でコントロールすることはできないということに気づきました。おそらくその時から老いや死に対する不安が生まれたのでしょう。そうした不安に対処するために生まれたのが宗教や哲学です。生きている限り自分ではどうしようもないことは必ずあり、不安も生じます。そして不安があるからこそ、人は人生と向き合い、思考を深めることができます。ですから、老いや死への不安のように感じてもいい不安に関しては、自分が不安を抱いていることをしっかり認めて、無理になくそうとせず、その感情を楽しめばいいのです。感じる必要のない不安を解消する方法を4つ紹介しましょう。1つ目は、リスクを詳細に把握する。感じる必要のない不安としては、まず、何かトラブルが起きたらどうしようといった仕事上での不安などが挙げられます。こうした不安を抱くのは、単に未来を正確に予測できていないから、あるいは予測したような未来を避けるための対処がきちんとできていないからです。予測できるリスクに対して何もせずにいれば、不安は解消されません。将来起こりうる出来事をしっかり把握して、適切に対処すれば、漠然と不安を感じることは少なくなります。2つ目は、ブリーフシステムを変える。感じる必要のない不安には、誤ったブリーフシステムに基づく不安もあります。例えば、会社を辞めてミュージシャンになろうと考えた人が、音楽では食べていけないと親や上司に言われて不安になってしまった場合、実際には音楽で身を立てている人がたくさんいるにもかかわらず、親や上司の言葉、世間のイメージなどによって、ミュージシャンは食べていけないという誤ったブリーフシステムが出来上がって、脳がそれに基づいて将来危険な状況が起きるかもしれないと判断します。その結果、不安が生じてしまうわけです。このような不安を解消するためには、ブリーフシステム自体を変える必要があります。正確な情報を集めて、ミュージシャンになったら本当に食べていけないのか、食べていくにはどうしたらいいかを前頭前野を働かせ、徹底的に考えるのです。その結果、ミュージシャンは食べていけないというブリーフシステムを変えることができれば、不安も生じなくなります。
3つ目、臨場感空間から抜け出す。あまりにも不安が強すぎると、時に恐怖に変わります。不安を生じさせているのは、あくまでも将来恐怖を感じさせられるような出来事が起こるかもしれないという予測に過ぎないのに、まるでそうしたことが確実に起こるかのように脳が錯覚して恐怖回路を働かせてしまうのです。そうなると大脳辺縁系が活性化して前頭前野の働きが弱まるため、不安を処理するのは難しくなります。こうした場合はとにかく臨場感空間、つまり今あなたが臨場感を感じている世界から抜け出す必要があります。何日か海外旅行に行ってもいいし、時間がなければ一泊二日で温泉旅行に行ってもいいでしょう。一度臨場感空間から抜け出せば、恐怖回路の発生が収まって恐怖を増幅させていた大脳辺縁系の働きが弱まって前頭前野が活性化するようになります。それによって新たな解決策が見つかることもあるでしょう。4つ目は前頭前野を再活性化させる第三者視点。強い不安は大脳辺縁系を活性化させて前頭前野の働きを抑えるため、冷静な判断を下すことが難しくなります。つまり不安をコントロールできないと誤りやすくなると言えるでしょう。そして一度下がってしまった前頭前野の働きを自力で回復させるのはとても難しいのです。ですから何らかの問題を抱えて不安に襲われたとき、あなた一人で解決しようとは思わないでください。全く利害関係のない第三者にアドバイスを求めるのが理想的です。彼らはきっと何が本当に問題なのかを整理して、一旦現場を離れた方がいいとアドバイスをして、前頭前野が再び活性化する手助けをしてくれるはずです。なお、肉親にアドバイスを求めるのは避けた方がいいでしょう。利害関係がなかったとしても、肉親の場合は親身になりすぎて、同じ臨場感空間に入り込んでしまって、冷静な判断ができなくなりがちだからです。嫌悪。嫌悪の感情は生理的嫌悪とそれ以外の嫌悪の2つに大きく分けることができます。生理的嫌悪の多くは扁桃体で発生します。猿の扁桃体に蛇のようなものを怖がる遺伝子が組み込まれているのと同じように、人間の扁桃体には嫌悪すべきものが情報として組み込まれています。そして味や匂い、音や食感などの五感情報が扁桃体に送られて、嫌悪すべきものの情報と合致すると嫌悪感が生じます。このプロセスによって臭いものや蚊の飛ぶ音などに対して瞬間的に感じるのが生理的嫌悪であり、前頭前野は全く関わっていません。こうした嫌悪は感染症を媒介する虫など危険なもの、命を脅かすものから身を守るために生まれたものです。それ以外のものに対して生理的嫌悪を抱くことは基本的にはありません。一方で生理的嫌悪以外の嫌悪は前頭前野の働きによって生まれます。この場合、脳に入ってきた情報が前頭前野での思考と記憶を統合して出来上がった様々なパターンと照合されて、嫌悪すべきもののパターンに合致したときに嫌悪感が発生します。こうした嫌悪は前頭前野が発達した人間独自のものだと言えるでしょう。なお、あの人のことが生理的に嫌いとよく耳にしますが、それは間違いです。生理的嫌悪と思われているものの多くは、実はこの前頭前野由来の嫌悪なのです。生理的嫌悪は基本的には人間以外のものや動物に対して生じるものであって、同じ人間に対して生じることはありません。特に危険性のないものや人に対して嫌悪感を抱く場合、親や学校の先生、
メディアなどによって与えられ、自分も受け入れてしまった価値観や出来事が元になっています。それらの情報をもとに、前頭前野が思考のパターンを作り上げてしまっているのです。例えば、肌の色が違う人に対して生理的嫌悪を感じるという人がいますが、肌の色の違う生まれたばかりの子供を何の先入観も与えずに一緒に育てたら、嫌悪感など生じないはずです。また、汗かきの太った人が嫌いという場合、前頭前野が汗は汚い、太った人は美しくないといった価値観を組み合わせて、汗かきの太った人は嫌いという思考のパターンを作ってしまっているわけです。では、嫌悪をコントロールする方法を一つ紹介しましょう。嫌悪は進化した人類にはもはや必要のない感情です。本来は危険なもの、命を脅かしうるものを避けるために生まれた感情ですが、人間はそれに頼らずとも思考や記憶によって危険をかわすことができるからです。それなのに、未だに人が多くのものに対して嫌悪感を抱いてしまうのは、前頭前野が誤った思考パターンを作ってしまっているからであって、扁桃体がそれを増幅させているからです。嫌悪の感情に基づいて取る行動は、論理的には大抵間違っていると言えるでしょう。この嫌悪の感情をコントロールする一番の方法は、やはり前頭前野を働かせることです。扁桃体が一度優位になると、ますます活性して、嫌悪の感情が長く続いてしまいます。しかし、前頭前野を活性化させれば、大脳辺縁系の働きが抑えられて、扁桃体の働きも鈍くなります。たとえ瞬間的に嫌悪感が生じても、その感情が増幅されることがなくなります。何かを嫌いだと思ったら、その感情がどうして起こったのか、論理的に考えてみましょう。もし、肌の色の違う人が嫌いと思ったら、あなたの子供の頃まで遡って、誰によって与えられた価値観によって、そのような思考パターンが出来上がったのかを検証するのです。そうすれば、扁桃体の働きが抑えられるだけではなく、本当に嫌悪するべきものなど、ほとんど存在しないということがわかり、嫌悪という必要のない感情に振り回されることも少なくなるでしょう。嫉妬。私たちが嫉妬と呼んでいる感情は大きく2つに分けることができます。まず一つは、恋人が他の人と仲良くしているのを見たり、他の人に取られた時に抱く嫉妬。これは人間が動物であるがゆえに生まれる嫉妬であると言えます。嫉妬を含めて恋愛にまつわる感情は非常に動物的です。実際、恋愛を司る脳の部位は動物的な本能を担う微情覚という部分であることが分かっています。恋をすると判断力が鈍ってしまったり、非論理的な行動をとってしまったりするのは、こうした部位が活性化して前頭前野の働きを凌駕してしまうからです。そしてもう一つは、上司が自分よりも同僚を高く評価していると感じたときや、他人と自分を比べて相手が自分より優れていると感じたときに抱く嫉妬です。これらは人間が社会的な存在であれがゆえに生まれる嫉妬であると言えるでしょう。他人と自分を比べて評価を下すのは社会的な行為だからです。まず、恋愛感情にまつわる嫉妬ですが、人間が動物的な感情を抱くのは決して悪いことではありません。もし恋愛感情というものが存在せず、種の保存という目的のためだけにカップリングが行われたら、人生はとても味気ないものになってしまうでしょう。ですから、自分の愛する人が他の人と仲良くしているのを見たり、他の人に愛情を向けているのを知ったりしたとき、嫉妬の感情が湧き上がってしまうのも仕方のないことだと言えるでしょう。もし自分の中に恋愛感情や
嫉妬の感情が生まれていると感じたら、自分も動物なんだなと思うようにしましょう。ただし、人間は社会の中で生きています。動物的な感情が生まれること自体、抑えるのは難しくても、感情の激しさの度合いを社会が許容する範囲内に収まるようにする必要があります。恋愛に振り回されて仕事が手につかなくなったり、嫉妬のあまりストーカーになってしまうのは望ましいことではないです。次に、相手の方が自分よりも優れていると感じたときに生まれる嫉妬についてはどうでしょう。実は、こうした嫉妬はそもそも抱く必要がなく、何の役にも立ちません。他人と自分を比較するという行為自体が無意味なのです。ここでは、嫉妬をコントロールする方法を2つ紹介しましょう。1つ目は、主観で嫉妬の暴走を抑えることができる。感情をコントロールする上で有効なのは主観です。これは摩訶止観という仏教書に書かれている煩悩を止めてみる方法です。ちなみに煩悩とは恋愛や嫉妬の感情を含むあらゆる動物的な感情のことを指します。もし恋人が他の人に愛情を向けていると感じたり、他の人に取られたりして嫉妬の感情が生まれたら、自分は今嫉妬しているという事実をまずは認識しましょう。恋愛を客観的に眺めることができれば、ある程度冷静さを取り戻せるはずです。その上で自分や恋人が好きになった相手をしっかり観察して頭を働かせます。恋人は本当にその相手に愛情を向けているのか、恋人が他の人に惹かれるようになった原因は何か、自分に問題はなかったか、などをしっかり考えるのです。そうすることで前頭前野の働きが活性化され、感情の暴走が抑えられるはずです。二つ目は、自分で自分を評価すれば余計な嫉妬は抱かない。他人と比べることで生まれる社会的な嫉妬はそもそも無意味です。世の中にはたくさんの人がいて、価値観も能力も持っているものもみんな違います。例えばあなたが自分の方が仕事ができるのに、上司は B さんをひいきして高く評価していると感じた場合、もしかしたらその上司は B さんのコミュニケーション能力を高く評価しているのかもしれません。また B さんは自分よりも仕事ができるあなたに嫉妬しているかもしれませんし、より仕事ができる C さんが入社してきたら、あなたは今度は C さんに嫉妬することになるかもしれません。比較するポイントや判断基準が変われば評価も変わります。どちらが優れているかというのは本当のところは誰にもわかりませんし、他人と自分を比較したり嫉妬したらキリがないのです。こうした嫉妬をなくす一番の方法は、正しいゴールを設定し、自分で自分を高く評価することです。自分が本当にやりたいことをゴールとして設定して、自分は自分が設定したゴールを間違いなく達成できる能力が高い人間だと考えればいいのです。多くの人は親や学校、世間の常識、メディアが流す情報をそのまま受け入れて、いい学校に行って、いい会社に入りたい、いい家に住みたい、いい車が欲しい、などと考えて、それを自分の望みであると勘違いしています。自分がどうしたいかではなく、他人の決めた価値観に沿っていき、みんなと同じゴールしか見ていないから、他人にどう評価されているかを気にしてしまうのです。でも、自分の頭で考えて設定した正しいゴールは人によって異なるはずです。ゴールが違う人同士が互いを比較することはできません。世界中を飛び回って困っている人たちを助けることをゴールに設定した人と、
3億円稼いで豪邸に住むをゴールに設定した人が自分と相手を比べたり、相手に嫉妬したりすることはないでしょう。自分が本当に達成したいゴールの設定。まずは、これが肝要です。寂しさ。寂しさと一口に言っても、一括りにはできません。大切な人を失って寂しい。住み慣れた場所を離れて寂しい。宇宙を想像すると寂しい。抽象度の低いものから高いものまで、人は様々な物事に対して寂しさを感じるのです。抽象度の低い寂しさは、動物の本能に基づく寂しさであると言ってもいいかもしれません。動物にはもともと身の安全を守るために群れをなす習性があります。進化の結果、人間は一人でも行動できるようになりましたが、脳内には仲間を求める仕組みがまだ残ってます。集団で行動していた時代の名残が生物としての人間の脳に残っているのです。例えば一人暮らしの人が寂しさを感じてしまうのはそのせいです。でも、そうした寂しさにはあまり意味はありません。よく考えてみてください。山奥や無人島など特殊な環境でない限り、たとえ家族など同居人がいなくて一人で暮らしていても、単に壁で区切られているだけで同じマンションや近所にはたくさん人がいます。物理的には数メートルしか離れていないということもざらにあるでしょう。こうした寂しさを感じそうになったら、壁の向こうには人がいると考えるようにしましょう。生物学的な抽象度の低い寂しさには、想像力を少し働かせるだけで十分に対処ができます。また、ホメオスタシスがもたらす寂しさもあります。大切な人を失ったり、住み慣れた場所を離れるときに感じるのは、ホメオスタシスの働きによって生じる寂しさです。人間の体や心には、居心地のいい状態、慣れ親しんだ状態を維持しようとする力が強く働いています。これがホメオスタシス。そして、何らかの事情によって自分はこういう人間であるという脳内のブリーフシステムが崩れると、最初のうち脳は戸惑って、なんとか元に戻そうと葛藤します。この時に寂しさが生まれるのです。ここでは寂しさをコントロールする方法を2つ紹介しましょう。1つ目は想像力と思考力をフルに駆使する。寂しさを早く乗り越えたいときは、想像力や思考力を駆使してください。大切な人が目の前からいなくなって寂しさを感じたら、他の町で元気に暮らしているその人の姿を想像すればいいし、住み慣れた場所を離れて寂しさを感じたら、新しい場所で楽しく暮らすことをゴールに設定し、それを達成する方法を考えるのです。いずれにせよ、ある程度時間が経ち、あなたの脳がもうブリーフシステムは元には戻らないと認識して、現状を踏まえた新しいブリーフシステムを受け入れるようになると、寂しさは徐々に収まってきます。二つ目は、寂しさは心が生み出す幻の感情ということに気づく。人間の根源的な孤独に思いを馳せたり、宇宙の成り立ちに思いを馳せたりしたときに生じる時間、空間を超えた抽象度の高い寂しさはどうでしょう。これらは想像しすぎ、考えすぎから生まれていますから、当然のことながら想像するのをやめれば寂しさは収まります。何事もほどほどが一番です。寂しさを感じることは決して悪いことではありません。でもそれはその感情を楽しむことができる程度であればということです。寂しいという感情にとらわれすぎてはいけません。抽象度の低いものであれ、高いものであれ、寂しさはすべて自分の想像力の欠如、もしくは過剰さが生み出した
幻の感情に過ぎないのです。それに気づくだけでも、あなたの気持ちは少しずつ変わってくるでしょう。